こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドパンダからバッドパンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。まず ETF 関連から見ていきますと、昨日の米国の ETF のフローは、まだブラックロックは公開されてませんが、現時点では全体でプラス1.61億ドルの純流入となっています。先ほどブラックロックに3億ドルほどの流入があるという情報が流れたんで、全体でプラス4.6億ドルほどの流入にはなりそうですね。これで今週は約20億ドルの流入と、ここ最近の週間フローの中でも大きな流入となっています。イーサも全体でプラス 0.24 億ドル、久しぶりの2日連続の流入となってますね。香港はビットコイン、イーサともにゼロとなっています。ビットコインの価格は現在67,600ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、トルコ中銀政策金利、ECB 政策金利、米小売売上高、米フィラデルフィア連携景況指数などがありました。各政策金利はですね、事前予想通りの結果で ECB は利下げとなっています。米小売が予想以上の結果から、米金利、米ドル上昇要因になって、あとは米フィラデルフィア連携景況指数もですね、昨日の事前予想の 28.0 が大幅修正となって予想 3.0 に対して結果が 10.3 と、こちらも前回予想を上回る結果で米ドル上昇要因となっています。でこれらの影響で米市場開場後はですね、米株各指数も上向きになったんですけども、その後調整して若干のプラスで終えた形になっています。米10年債金利は 4.1 近く推移、ドル円は一時150円台となってますね。ビットコインもほぼそれに沿った動きになりましたね。米国債金利は 4.08 期を推移しておりまして、ナスダックが2190、S&P500 が5847、ダウ平均が43,239、金ゴールドが2702ドル、日経平均が39,029円、ドル円が 149.94 円となっています。金が再度 ATH 値更新となってますね。ビットコインの先物の方では、OI は全体でマイナス 0.21%、額としては391億ドル相当、比率としては全体ではロングが 53.5%、バイナンスミはショートが 58.7% と上襟になっています。今後の指標としては、本日10月18日に米小売、米住宅着工件数9月、10月21日に中国のローンプライムレート10月、米景気先行指数9月、10月22日にハンガリー中金政策金利、米リッチモンド連携製造業指数10月などが控えております。他アナリストらの見解ではですね、取引所のビットコインの準備金が低水準をキープしていることと、あとは大口のクジラの買い増しが続いていることから上昇に期待できるとかですね、あとはビットコインの週間上昇率がプラス 11% と、4月以来の上げ幅を記録したことから需要が増しているとか、あとはアジアの富裕層の 76% が暗号通貨に投資済みで、さらに 16% も投資する予定であることから年末までに10万ドル超えるんじゃないかとか、あとは AI データセンター絡みの契約でマイニング企業に需要が生まれることからマイニング株方面も明るい兆しがあるというですね、クリプトクアンとアスペンデジタル、JP モルガンらの見解が注目されてますね。あと他では日本の自民党が衆議院の議席で過半数割れを起こすんじゃないかということで、日本の市場では若干警戒されているようなことが話題になってますね。昨日はですね、その事前予想通りの指標結果であれば上向くんじゃないかという話をしましたけども、結果としては若干上向いたくらいで、6万8000を超えられずですね、まだ揉んでいる状態となっています。で本日の指標を終えると、来週まで指標もないんで、終わった後の上昇に期待したいんですけども、本日の米住宅着工件数はですね、その重要度としてはそこまで高く見られてないんですけども、最近アメリカの住宅関連の動向で、市場全体が荒れて仮想通貨市場にも影響出るパターンがあるんで、本日までは気が抜けないのかなと個人的には思います。米住宅着工件数の事前予想ではですね、前回を下回る予想となってまして、この予想通りの方向性であれば下への圧力がかかる展開になるのかなと思います。チャートだけ見たら上は再度6万8000を抜けれるかどうか、下は6万6000あたりで耐えられるかが焦点になると思います。米住宅着工件数は本日21時半予定となってますね。その時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサですね。イーサの価格が現在2620ドル、BTC 建ては 0.0387 と、先物の方では OI は全体でプラス 1.08%、額としては129億ドル相当、比率としては全体ではロングが 52.7%、バイナンスミはロングが 66.0% と上入りになっています。イーサリアム関連の話題ではですね、ビタリックが10万 TPS、毎秒10万件のトランザクション処理を目標に掲げたことや、アークインベストがステーキングトークン ST イーサのシェア拡大から DeFi 市場に需要が生まれていると
いったようなレポートを公開したことが注目されてますね。イーサ内部の方でようやく将来に期待できるようなファンダが出てですね、ETF の方もまだ流入は少ないですけども、2日連続の流入は9月末以来なんですよね。なので、少しずつ上昇する要因が出てきたのかなと思います。ただ価格にはまだ反映してない状況ですね。チャートだけ見たら、ドル建てでは2800の抵抗を超えられるかどうか、BTC 建てでは 0.04 の攻防に回帰できるかどうかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あとその他の動向では、以前米国でスポットビットコイン ETF が承認されるかどうかという時にですね、SEC の X アカウントが乗っ取られて ETF が承認されたというフェイクニュースが拡散された事件がありましたけども、その SEC の X アカウントをハッキングしたとされている25歳の男性が起訴逮捕されています。罪状としては個人情報窃盗、市場操作とされてますね。当時はですね、その SEC が誤って発信してしまって、それをハッキングのせいにしてるんじゃないかみたいな噂もありましたけども、今回犯人逮捕となってますね。あとはトランプ氏のワールドリバティフィナンシャルに対しての批判も出てますね。目標額3億ドルとかですね、10万人集まったとか、期待感を煽った結果、初日900万ドルしか集まらなかったと。一部からは、ユーティリティプロジェクトを装ったただのミームだと言われています。ただ、ポリマーケットの大統領選の予測ではですね、トランプ氏が 61.5% と毎日差が開いています。この大統領選の予測の掛け金が20億ドルを超えたことも話題になってますね。ここまで差が開くと負けた時のためにショートしてた方が儲かるんじゃないかと思ってしまいますけども、予想通りの結果となるのか注目ですね。あとはクラーケンがビットコインのステーブル KBTC のリリースを発表しています。イーサと OP チェーン上でのリリースとなってますね。先日のコインベースの CBBTC を追っての展開となってますが、クラーケンは常にコインベースを意識した動きになってますね。こちらも需要が生まれるのか注目ですね。あとここからアルト関連になります。ワールドコインがワールドチェーンのメインネットリリースを発表しています。またワールドコインというプロジェクト名もワールドネットワーク、通称ワールドにリブランドしたことも話題になってますね。今後はワールドチェーン、ワールド ID、ワールドコインの3本柱でやっていくと声明が出されています。ワールドの価格は現在 2.13 ドル、BTC 建てはマイナス 4.5%、時価総額は72ですね。事実売りからの調整フェーズとなってますが、2ドルは維持している状態です。ここからさらに上位を目指せるのか注目ですね。あとはデブリッジのエアドロリリース、ラッパーのカーディ B がトークン WAP をリリースしてます。カーディ B は先日アカウントが乗っ取られてミームが PR されてましたけども、こちらは本物っぽいですね。イギー・アザレアのマザーを超えられるのか注目です。あとその他資金調達関連では、ステーブル取引所のイエローカードが3300万ドル調達、VDN のオパシティが1200万ドル調達、検証プロトコルの ZK パスが1250万ドル調達、イーサ L2 のフュールイグニションがメインネットローンチ、RWA 取引プラットフォームのオスティアムがメインネット公開、分散型データストレージのウォーラスプロトコルがテストネットリリース、量子コンピューターチェーンと言われているダイネクスがロードマップを公開しています。これらの今後の展開にも注目ですね。今日はこのところですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。